さんこんにちは、レンです。あずきです。今日は今まで僕たち Vlog しか上げてなかったんですけど、コメントで結構質問の動画作ってほしいっていうのが何件か来たので、質問コーナーを本日はやりたいと思います。この前インスタで僕たちになんか質問ありますかっていうのを投稿したら結構来てたよね。本当ありがたいことに日本の方とか、あと韓国語で来たりとか、あと英語もね、何件かね来てね。なのでそれをちょっと見ながら答えていきたいと思います。基本的に僕たちずっと急にパッと YouTube でも Vlog とかしか撮ってなくて、多分この人たちは誰なんだろうみたいなことが多分いろいろあるので、そのいただいた質問をもとに、今日はいくつか質問を答えていきたいと思います。夜ご飯食べてなくってちょっとマックをさっき買ってきたので、マックを食べながら、あとハイボール2人大好きなのでハイボール飲みながら動画を撮りたいと思います。じゃあとりあえず乾杯。じゃあ早速質問の方答えていきたいと思います。超基礎、名前は？はい、名前は僕が和樹で、僕がレンです。レン、和樹、もうほんとそのまんまなんですけど、ほんとそれです。はい。で身長っていうのをいただいたんですけど、身長は182？で僕は181で最後にちょっと測ったの。嘘？一緒じゃない？いや、181だった僕。じゃあ俺も 181？ でもさ、レンの方が高くない？俺一緒っていうイメージがあった。変わんないよ。変わんない？でもレンの方が高いイメージある。じゃあ182。じゃあ181。はい。じゃあ年齢は？年齢は今年で僕たちは27になりました。同い年ね。96年生まれ、1996年の9月28日と12月15。先日。ほんとこの前、誕生日だった。はい、じゃあ次は MBTI は？はい、僕が ESFJ の-T の領事で、レンが俺が INFJ の T。なんだっけ、提唱者の気がする。提唱者だそうです。好きな歌手、シンガーですね。ずっと好きなのがレディー・ガガがずっと好きで、中学校ぐらいの時から韓国が好きになったのね。 K-POP とか少女時代とかカラとかがめっちゃ好きになって、でそっからもうずっと K-POP 好きで、大学生ぐらいの時がエクソとか男性のK-POP アイドルとか好きになって、今こうなってるっていう感じかな。で僕も同じくレディー・ガガがもうずっとちっちゃい時からすごい好きで、でそれ以外は結構ずっと聴いてる音楽、僕結構洋楽もそうだし、韓国は比較的僕最近なんだよね。ガガのライブが去年2022年の9月に日本でライブが行われたんですけど、そこにめっちゃ席が近く、そうまだ付き合ってなくて、近かったっていう。アジアが日本だけだったので、なおかつ東京でしかない、東京とか埼玉しかなくって2日間しかないってなって、で日にちも同じで席も近かったっていう。でそこですごい話最初盛り上がったっていうのはすごい記憶にあります。はい、じゃあ次の質問いきます。どこに住んでるの？僕たちは今日本の東京に住んでます。東京の、本当に都心、本当都内の中の都心に多分住んでると思います。一緒に住んでます。この家です。東京に住んでるけど出身地はお互いバラバラだよね。和樹は選んだとこ行ってて、自分は広島出身で大学から大阪行って、で就職で東京に来たっていう感じで、和樹が僕は生まれは神奈川県の横浜市で生まれて、そこから親の転勤で、もう本当に愛知、福岡、あと千葉の本当に端っことか行って、それで千葉に戻ってきてからの今
レンと一緒に東京です。はい。好きな食べ物は好きな食べ物、これ一斉のでいいよ言うじゃあせーの、焼肉です焼肉めっちゃ好きだよね。じゃあここからはカップル事情のところかな。はい。これ一番多かったかもしれない質問。馴れ初めはとか、出会いはどこで出会ったのとか、あとお互いの第一印象はみたいな質問が一番多かったよね。馴れ初めは最初は SNS で普通にお互いこう知り合って、そこからメッセージするようになって、でそれでやっぱりさっきも話したんですけど、そのガガのライブが席が近いところにいたっていうのもすごい最初盛り上がったし、で僕も K-POP 好き、レンも K-POP 好きで、洋楽も好き、洋楽も好きで、結構こう細かいところまで趣味が似てるっていうか、なんかそういう感じですが、話が盛り上がって、で実際に会って、初めて会ったのにカラオケ行ったよねカラオケに誘われた。2軒ぐらい居酒屋行って、なんかカラオケ誘われた初日ででそれカラオケ行ってがっつり平日だったけど、気づいたらもう楽しすぎて時計も見てなくて、次の日お互い仕事なのに終電逃してて、それぐらい楽しかったっていうのが一番最初の日だよね。でそっから、連絡とかずっとするようになって2回3回あって、から付き合っていくっていう感じで今一緒にいます。第一印象は、自分は和樹を初めて見た時、リアルで実物見た時はなんか韓国の俳優の人みたいだなって思ったの本当になんかアン・ヒョソプみたいな、アン・ヒョソプが来たって思って、しかも高身長だし181センチとかでスタって歩いてきて、俳優じゃんって思って、でヒョソプが来たからすごい韓国俳優みたいな人が来たなっていうのが第一印象。見た目で言ったらね。で性格は優しそうな人だなって思った。第一印象、なんか周りもすごい見てるし、その時はなんかこうちゃんと相手が嫌な思いしてないかとかめっちゃ見る人なんだろうなって思った。今は違うみたいな感じになるね。乗ってるよ僕の第一印象、レンに対しての第一印象は本当に初めて会ったのがイルミネーションの木の前、スタバの前で待ち合わせてて、そこで僕が横断歩道をこう渡ってレンがあっちにいるって感じで、もうすぐレンって分かって、その時身長が高いレンが高いっていうのは事前にこう知ってたけど、なんか横断歩道、結構長い横断歩道があって、横断歩道越しに、その時はレン金髪なんで黒髪だったんだけど、もう一発で分かって、その時覚えてる、ロングコート着てたんだよね、ロングコート着て、で遠くから見ても一人だけこう浮いてるっていうか、いい意味でもう絶対レンだみたいな、その時はレン君だみたいなで会って、本当にスタバの前でイルミネーションもあって、本当になんかもう王子様だと思うぐらい、なんかいい意味で写真よりも全然良かったっていうのが本当に大事。ずっと言ってるよね、写真よりいいよっつって、そうっていうのが第一印象、外見で言ったら第一印象で、中身の第一印象って言ったら、さっきも話したけど、居酒屋をこう1軒2軒はしごして、そこからカラオケもずっと、お酒を飲んでたんですけど、なんだろうな、本当に中身も写真と違うっていうか SNS と違うっていうか、いい意味で全然こんなに物腰柔らかくて、喋り方もこういい手を変えたらすごい優しい、やばいって感じで、なおかつ話もすごい合うし、本当に楽しくて、本当に優しい人なんだろうなっていうのが第一印象かな。続いて記念日は付き合ったのが2022年の11月24だからもう1年ちょっと1ヶ月ぐらいかな、1年ちょっとぐらい経ってる感じです。次が喧嘩の頻度は？喧嘩の頻度多い時はもうめっちゃ多いけど、大体平均で1週間に1回ぐらい、ちっちゃいことも入れたらね。でも毎回でもすぐ仲直りするし、
すぐ仲直りするね。どっちが焼き餅を焼くかっていう質問来てたんですけど、これはもう自分？お互いの好きなところは？お互いの好きなところ、本当は全部好きだけど、特にっていうんだったら一つのことに真剣にこうなって取り組んでるところ、それはすごい僕も本当に人間として、恋人じゃなくて人間として見習いたいところでもあるし、本当に素晴らしいところだと僕は思ってる。好きなところっていうか尊敬するところっていうと、なんか自分はそんなに仕事では細かいけど私生活ではあんまり細かくないのね、俺は。まあいいんじゃないみたいな、これできたらいいんじゃないって感じだけど、和樹はなんかいい意味で細かい段取りをちゃんとブワーってこう立てて行動する人だから、一緒にいてすごく楽。自分はなんか何でもいいんじゃないみたいな性格だから、それだったらこれがいいんじゃないっていうのをすごい言ってくれる。でそれをやりたいんだったらこれとこれとこれが必要だよねって言ってくれるから、すごく楽。自分は一緒にいて、多分自分みたいな性格の人だったら和樹が多分もう何の話も進まない。お互い連々だったらさ、どうする？何でもいいよ。じゃあここ入る？いいよ。うわ、いいね。逆に僕和樹で付き合ってても、次どこ行く？いやここがいい。いやこっちの方がレビューがいい。いやこっち。いやこっち。でいい感じに調和が取れてるなとはめっちゃ思う。多分出かけてる時に一番それがそうだね。なんか実感するかも。旅行行った時とかね、いろいろここリストアップみたいなリストをこう作ってくれる。お互いの嫌なところ。嫌なところ？でもやっぱ好きなところとちょっと裏返しなところがあるかも。なんかいろいろこう調べてくれたりするけど、なんかここに行こうってなった時に、ここに行くって決めたのに後からいやでもこっちの方がいいかもしんない、こっちの方がレビューがいいかもしんないって言ってなんかこう逆に決まらないみたいな。でもいつも助かってるけどたまにあるっていうぐらい。ほとんど助かってるけどほとんど嬉しいしですね。自分縁の嫌いなところないよ。うわずるいないいっぱいあるよ多分。優柔不断だし、なんか本当にどこでもいいと思ってるけど、どこでもいいよ、そこでもいいんじゃない、いいんじゃないって言って、なんか意思がないように感じられてんじゃないのかなっていうのは。でもそれは全然何も思わないけど、だってちゃんと嫌なとこは嫌って言うし、別に行きたいとこって行きたいって言う、なんか全然そこは大丈夫だけど、あるとしたら以上の時間が長いってことです。以上。じゃあ今カップル事情が終わったから思い出旅行系ね、結構いろんなとこ行ったし、いろいろ思い出を作ったと思うけど、今年めっちゃ旅行行ったよね、本当に1年で。で来てたのが一番のまず思い出はレンと過ごした1秒1秒が全部一番だけど一番ってやっぱり自分の誕生日かな。本当にそれは絶対もうその質問来た瞬間、もう絶対もうそこで今年っていうかもう今まで人生で一番の思い出かな。本当に一人の僕の恋人が本当に時間をかけていろんなことを計画してくれて、それを本当に一日中やってくれた、僕のために祝ってくれたっていうのはめちゃめちゃ嬉しかったから、それがもう絶対に僕のナンバーワンの思い出です。大阪かな。一番の思い出。去年思い出っていうかすごくもう去年じゃない？2022年じゃない？今年じゃないよね。なんか記憶に残ってる、すごく。なんかなぜかというと、付き合って1ヶ月も経ってないか。次の週ぐらい付き合って次の週ぐらいに自分が滋賀に出張があって、でそれ金曜日だったんですよ、で土日空いてるから大阪におろうと思ったら和樹も来てくれて、ホテルも取って、まだ付き合って1週間2週間で旅行して、それでユニバも行ったし、そうユニバ行ったりとかいろいろして京都も行ったよね。
そう京都も行ったりとか、なんか付き合ってすぐに行った旅行っていうのはすごく記憶に残ってるのと、自分がその帰った後にコロナになったんだよね。なってたもうだって大阪から帰って次の日とか病院行ったらなんか、コロナですみたいな。なんかちょっと大阪いる時もなんかちょっと体調悪いなっていう感じはあって、で帰ってきたら高熱出てコロナになっちゃったっていうので思い出に残っているで次、一番楽しかった旅行。はい、どうぞ。タイ。タイ。2人での初めての海外旅行だったし、3泊4日ぐらいだったっけ。3泊4日ね、ほんといろんなことをした。もちろんタイの美味しい料理も食べたし、ゾウに乗ったりとか、あと結構ルーフトップバーとかいろいろ行ったしね、そうすごい楽しかった。僕もタイで今年旅行行ったの本当にいっぱいあって、まず最初初めに真冬の北海道にも2人で行って、そこから車でレンタカー借りて、なんだっけ、いちご狩りとか埼玉県行ったりとか、あとはこう千葉の方行ったりとか、あとは海外でタイとか、台湾も行った。もう本当にもういろんな、1年でこんなに旅行できるって思うくらい行って、それでもやっぱりいろんなところがあったけど、やっぱり思い出深かったのは、一番楽しかったのはタイ。アジアだけどタイは本当にもう別世界に僕が感じて、東南アジア行ったことなかったから、ゾウに乗ったりとか、本当にもう非現実的な体験をレンとお互い初めてだったから、すっごい楽しかったし、思い出深い旅行だったなとは思ってます。タイです。自分も。はい、じゃあ次、最後の質問です。はい。次、行きたい場所は？僕はやっぱヨーロッパの国々に行きたいっていうのが一番。ヨーロッパの国行ったことあるで？僕もなんかヨーロッパは一回もなくて、フランスも行ってみたいし、ロンドンとかイギリスも行ってみたいし、ヨーロッパに自分も行ったことないから2人で行きたいっていうのと、あと韓国も行きたいよね。目的地がさ、タイとか台湾も決める時もそうだったけどさ、行きたいとこがさ一緒だからさ、だってね、全然もう何もスムーズに、ここ行きたい、俺も行きたい、はい決定、飛行機取ろう、買い取ったっていう感じで行けるから、それすごいいいなって思って。そうだね、確かに。はい、質問コーナーは終わりです。少しでも自分たちのことを知ってくれたら嬉しいです。嬉しいです。また何かこうリクエストがあれば、質問のもっと深掘りした質問も答えていけたらなと思うので、これからも僕たちの動画をよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次の僕たちの動画でまたお会いしましょう。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。